皆さん、こんにちは。電子植物業和です。前回の話なんですけども、手軽にナイフとか鋳物とか作れる感じの炉が欲しいねって、前回の動画で言ったわけですね。今回は、そんな、加熱炉の、構想を動画にしたわけなんです。ちなみに燃料は木炭を想定しているので、エコロジーになってます。正直、CO2 とか環境対策とか割とどうでもいいわけなんで。でですね。で、これがそのアイデアを、A3 にまとめたものになるんですけど、例のごとく一つずつ、見ていきましょう。僕の考えとしては、まず燃焼室と加熱室を分けないと考えたわけですね。前回の動画では炉の中にその木炭とるつぼを含んで、それで加熱をしていったわけなんですけども、汎用性を考慮すると、燃料のその燃焼室と、その対象物を加熱する、その加熱室を分けた方が良くないかなって、思ったわけです。で、加熱室っていうのが、その、レンガとか、あと、そういうので拡張できるようにすれば、いろいろ加熱するものの融通が効くんじゃないのかなって思ったわけです。あと、燃焼室にロストルっていう、そういう穴ぼこの間瓦みたいなのを一番下の方に入れて、それで空気を分流して、燃焼効率を上げたいと思ったわけです。で、肝心な、その、炉の素材になるんですけども、こんな感じで、耐火層と断熱層を作っておくわけです。たたら製鉄で鉄ができるように、前回のレベルの炉でも燃焼温度は、鮮度は、軽く超えるわけなんですね。で、当然その熱効率を上げたいんで、断熱層を作るわけなんですけども、これは、パーライトっていう、園芸店とかに置いてある、軽石みたいなやつですね。それと、あとはセメントの混合物なんかで作るといいと思います。あと、外壁は適当に、金網とかで覆えば、いいのかなと思ってます。そして、3次元的に見ると、その炉は、こんな感じになるような、そういう想定なんですね。で、そして、これの、作り方なんですけども、大まかにはこんな感じですね。まず、コンパネの上にその画用紙とコーティング剤で、張り子を作る感じですね。で、この張り子が、その炉の燃焼室と加熱室の、空間になるわけ。そして、この張り子の強度を、確保するために、その張り子に砂を詰めていきます。で、それができたら、その、適当に耐火モルタルとかを塗って耐火層を作るわけです。で、そしてですね。で、この周りを金網とかでぐるっと、囲って、外壁を作って、それでパーライトとセメントの、混合物を詰めていくことで、これで、断熱層ができるわけですね。多分全体の重量が、数十キロになると思うんですけども、最後に、人力でこれを、頑張って設置すれば、完成というわけです。すぐにできる、代物でもないですし、気長に待ってくださいね。ではでは、ご視聴ありがとうございました。